オス日進月歩塩田正宏です。お願いします。今日はですね、戦後失われた日本の技術っていうのをちょっと学びたくて。めちゃくちゃ聞きたいです、そんな。なんかほら、よく稽古で、今、シューテスさんもいらっしゃってますけども、仙骨を、丹田をこう前に出すと。はい。そうすれば結構強くなるって。先生よく言われてますね。はい、で、やっぱり体育座りが、ちょっと良くないなって思った時期があったんですよ。そしたらね、もう三枝先生もかなり前にね、体育座りはもともとGHQ はダメにしたんだとかおっしゃってて、それは日本が失った技術だみたいなことをおっしゃってたんですけども、そういう話を今日はお聞きできればなと思っていまして。はい、日進月歩の翔さんたちですね、日々嫌われてる三枝です。嫌なやつ嫌なやつじゃないけどね、本当にこれ言うと嫌われるでしょうけどね、体育座りしてね、暗闇にしてね、部屋の隅に座ってですね、尾崎豊が聞けば誰も暗くなりますよ。そうですね。隅っこでこうやってたらね。尾崎豊の曲があれいいじゃないですか。聞くならいいけど、歌ったらもっと大変なことになりますから。調べ、音楽、リズム、すごい大事なものですが、この体育座りっていう思い出に対してはね、すごいのがあるんですよ。うちではね、先生知ってると200畳、300畳の大きい道場でしたね、昔ここがね。そこにやっぱり多い時はね、100人ぐらいのギャラリーっていうか、昇級昇段審査があるわけですよ。ほんとみんな正座とかあぐらで見てるわけですよ。で、館長先生はこう見てて、こうメモしながら何級か何級か調べていくわけですよ。で、時折ね、やれって言うんですよ。やって最初、やれって言って帰っていっちゃうんですよね。下に降りていっちゃうんですよ。なんでですか？そうでしょ。武道ってね、投げとかね、理由がないの。理不尽。そうじゃないの。ピーンと来なきゃいけない、こっちが。下がる。100人ぐらいの中で1人ね、奥の方にね、体育座りしてる人いるわけです。そうです。ここは体育座りできないですって言って、正座かあぐらい書いておいて、さっさっさってこうやって、その時にですね、余分なこと言っちゃいけないですよ。僕は捕まえてますから、館長先生。先ほど上に言いました体育座り、の人を正座させましたのでどうぞっていうか、そんな余分なこと言ったらまた怒られちゃう。それは余分なんです。はい、準備が整いましたそう、館長さん、はいって言ってそれだけですよ。本当っすか？そうするとトットットッはいめって言ってやるわけですよ。本当にそれは正解だったんですね。何にもしなかった。正解決めてない。それ分かんないけどね。館長先生の部屋があるじゃないですか。僕の指導室があるんです。その奥にトイレがあるんだけど、館長先生の置いた箸の音がですね、ご飯終わったのか途中なのかを聞き取んなきゃいけない。もちろんドアが挟んでね、音が聞こえないです。その時にもうそろそろ終わると思った時にちゃんともう温めといて、で湯飲みざんで全部用意しといて、そしてもうほとんど同時ぐらいにドンドンって持っていくと正解なわけですよ。それが途中でなんか下ろして千代の富士かなんか見ててあーと言ってる時に間違って落としたんで違ってると失礼しましたって戻らなきゃいけない。最初でそれこそ理不尽で、これとは合気道何の関係なんだって僕はね悪い弟子だからね、そこのあれがやっぱりね、安藤さんがすごかったね。もうちょっとそこで手を伸ばせばいいところに爪切りがあったりすると、爪切りとか言うと、あんたは頭いい人だったからなんかこれには意味があるんだと思って、と館長先生が足のこの豆のところにこうプチャプチャって取るらしい。豆を爪切りで取られてたんですか？そうだから俺は自分で取ればいいねと思うわけです。爪切りぐらいそこで取れるでしょ。先生そこですよって言いたいんだけど、よしって言ってやるんだけど、そんなのさ、呼ばれてね、行って爪切りなんか自分でってもう本当にひどい弟子です。だからそこら辺は安藤先生の方が頭に良かったと思うんだけど、なんかここには意味があると僕は分かんないわけです。ただ俺は俺で風呂当番とかさ、僕らの頃風呂当番っていうのがあって、館長先生がね裸になられて、
で僕らは、道着のね、下下半身だけになってこうまくり立てて上半身裸で待ってるわけです。で背中を流して先生が頭のと流してとかいろいろやるわけですよ。で勝っていくんだけど、風呂の温度ってのは結構難しいんですよ。それを温度計で調べちゃダメなんですよ。外の温度、湿度、館長の技の内容でこの温度がいいっていうところの温度でいやもう上級なラーメン屋さんと一緒のことやってますよ。その時ラーメン屋さんの心境ですよ。そうっすよね、今日の湿度とね。でね、俺かなり偉くなってもね、先生は靴磨きとね風呂当番よく俺にさせたけどね、いや俺よりもっと若手ね少し偉くなったのにと思いながらね、また靴磨きかという感じで、けど好きだった頭くるからね下までやってやる。そこまでやってやるけど、そこまでやったらね一歩踏みたらもう汚くなるんだけど、分かんないだろうっていう感じでねなるほど、そういうのも好きだったんですかね。で館長先生はね、だからもうで今思えばね、さっきのお湯の延長なんですけど、今思えば全身裸になって教えてくれたんですよ。それ分かんないわけですよ、アホだから。自分で洗えばいいのにと思っちゃう。そうですよね。いや、分かります。だから安藤先生はやっぱこれは何か意味があるはずだって言って爪切りでその豆を発見してるんですよ。塩田琴の足がどこに豆があるかっていうのを。なるほど。でここに豆があるからここ使ってんだっていうのを安藤先生は発見っていうか、塩田琴はその教えさせるためにっていうことで裸を三枝先生にもわざわざ見せて裸を好きだったね、先生、館長の裸を整体師だからここが筋肉発達してるとか分かるわけです。なるほど。でどんどん仙骨になってここまで最初そこはいいってそこはいいってもらいましたね。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。だから裸が勉強だったからね、整体はすごいなと。なるほど。それは分かりました。だから今思えば裸になって全身ね、あらゆるところを見せていただいてですね、それ学びとなって学びになったのは後で分かったんですけど、だからね、そこが打ち弟子の面白さですよね。やっぱり普通に型習って帰ってる人はね、本質にいかない。そうですね。いや本当そうですよ。だから本当全部に意味があったっていうことですよね。全部に意味がありましたね。その察する力とか。だから打ち弟子っていうのはやっぱりその風呂もそうだし、お茶もそうだし、あれって言ってあれが出てこないといけないし、そうしといてって何がそうしてなのかが分かんないといけないし、で俺もそういうところがあるからよく周りの人にね分からないって言われるけど、その分からないとかそういうんじゃないからね。だって相手と構えた時さ、すみませんどこが弱いか教えてくださいって聞かないでしょ。どこ打ってくるんですかとか言ってくれないですもんね。言わないとダメですよとか言わないできない。言ってくれなきゃとか関係ない。それから全部分かんなきゃいけない。パッと見て。だから整体もそうですよ。もうドア開けて入ってきて、治療用布団もしくは治療用ベッドに寝た時に、もう大体どこ悪いとかどういう体の癖があるっていうのをこっちで分かんないぐらいじゃないと間に合わない。なるほど。それはもう全く武道と同じだった。だからすんごい最後の贅沢な時間を過ごしたい。最後の贅沢な時間。だからね、小金終わった後、最後の弟子だって言ってる人たちとかいろいろといるけども、あれうち弟子がなかったからね。そうなんですね。もう館長先生も泊まられる時はやっぱりね、僕らは料理が不安だろうから、カップラーメンを食べてね、お腹壊してる時もあったけどね。そんな時代だったんですね。だからもう館長先生だってね、もう60代後半当時ね、後半でももうやっぱり寒稽古ってのはこう一枚だから、寒いし大変だしすごいお仕事だなと思いましたね。だからそういう、いろんな意味の一般的に言う理不尽な、環境っていうのかな、だからそういうことも含めて全部つかまないと、稽古にならない。それがやっぱり一番役に立ったという。正先生すごくうなずかれてますけど、もうなんだろう、考えさせる訓練というか、だって相手がこうね、押すって従う世界で、結構真似ぶじゃないですか。学ぶっていうこと、真似ることが。でもそういうところでやっぱ考えさせることをしてたのかなっていうのと、そうですね。って思いますね。そのお孫さんとかに接する時もあれとかそれなんですか？
いや、僕にはね、違ったんですよ。僕三男なんですけども、なんだろう、僕だけ可愛がられてるんですよね。なんででしょうね。上の二人は、塩田剛三を見ると怖くて逃げちゃうんですよ。で、それね、すごい面白くて、僕の子供に対しても、じゃあ僕のお父さんが、子供がお父さん見ると逃げてくんですよ。だから僕の父もすごいなと思って、だから家での姿を父も真似してんですよ。だから技的には塩田剛三がすごくて、そこまでこうならなかったとしても、もうやっぱ真似ることに関してはすごくて、だって子供逃げてくんですよ。で僕の兄弟も上の2人は逃げていって、僕はなんだろう、その時なんか行ったらもうおじいちゃんもおばあちゃんも喜んでくれることが分かったんですよ、その時。もう察してたんですね、その時から。そう、行って何かいいことがあるわけない。まあお菓子とかもらえるっていうのはあるけども、お菓子のために行ってた感じじゃない。おじいちゃんおばあちゃんが喜ぶから喜ぶからっていうので言ってたっていう。なるほど。思いますね。なんかすごいっすね。いや、察する能力ね。察してたのかな。察してたってことでしょ。まあ空気読んでたかもしれないですけど、わかんないですけど。空気読む大事ですよね。家ではだからないですよ。あーとかおーとかわかんないですけども、まあ電話とかでも道場に塩田剛三がこう電話して、あーしか言わないから、あーってあなた誰ですかって血の先生めっちゃ滝野先生に怒られたとかいうねエピソードとかいっぱいありますけど、いや吉井家はね、なる前に取れって言うんですよ。なる前に取れ。そうですね。なる前に取れ。聞いたことでしょ。はい。チリがもうなる前に。よく最近こういう電話あんまないかわかんないから電気的な音をする。チリって音するんですよ。電磁波みたいなことですよね。電磁波で取るわけよ。相手がもしもしってなる。そうっすよね。ちょっと取ってリンリンリン、もしもし、俺だって感じになるけど、もうかけたなと思ってそのぐらいもうつかめっていう。なるほど。そこでももう線を取っていく。びっくりしました。そうびっくりしました。なる前に取れって。最初は何を言ってるのか分からない。けど取れるようになるんですね。そうです。すげえ。で館長先生が言うんじゃないですよ。なる前に取れと。もうそういう空気感の中だから、もうそういうものになってるわけですよ。館長先生もう命令するってこともなかったから。もう勝手にお弟子さんたちがこうやった方がいいんじゃないか、こうやった方がいいんじゃないか。だからたった一人体育座りをしてるっていうことをしてきたりしないわけです。もうやめるっつってもうやめるわよ、ダメって言ってね、何が何だか分かんない感じだけどすぐ分かりますよね。でもそういう気配が分かんないとダメだっていう感じです。なるほど。それで4つ大きい200畳の道場に4つ4方向に走る時があるんですけど、これがボーンボーンって一緒にならなきゃいけない。で毎日直さなきゃいけない。それもやるんですね。そうで、なんでこんな細かいことって思うんだけど、合気道ってピシャッっていう言葉があるんですよね。ピシャッ、こうピシャッと来なきゃいけないんですよ。でまあっていうのは分かるんですよ。でも腕力のある人だったら別だけど、腕力がなく、あるいは小柄だって人が相手を倒すっていうのはね、ピシャッて来ないとね、効かないっていう、話にもならないね。そこのピシャッっていうところの一つの具現化として我々に教育してくれたんだなっていうのは全部後で分かった。養親館もいろんな波があって、一つだけ僕の自分の自己弁護で言うとね、結構ね、なんだろうな、多少こう先輩のいじめとかそういうのがあった時代があったの。だって今引退された若乃花貴乃花も、その貴乃花がいて、その先代の若乃花がいた時は、弟子入りした時はよく寝てる時にですね、足にこうタバコのね、火つけたタバコを入れて、2000度あるじゃないですか。でじーっとするとこうバッと気づいた時はもうやけどしちゃうわけですよ。足ってやけどしたらもう踏ん張れないじゃないですか。確かにそういう先輩の意地悪みたいなものがあったと言われますけども、多少ないわけじゃなかった。養親館の中でも。だから俺の場合もなんだろうね、一生やりますっていう人は3日で辞めたりとかよくあったわけですよ。だから僕は後輩にはこう勉強するっていう雰囲気は作ったんで、安藤さんもすくすくといい意味で育ったんでしょうけど、僕も正直演舞会は
無事に帰ることのが一番でしたね。そんなにハードだったんですか？怖いですよ、館長の演舞は。だって最初から負けること分かってるんだから。まあ。それでなおかつ強くいけばいくほど強く返されるわけですよ。でも館長先生を引き出すためにはやっぱり強くいかないと。だからものすごくある。安藤さんの場合ね、今日は倒すぞと言ってましたからね。だから、まあ、考え方違うのと、まあ、生えさせるっていう技の探求で言ってる人、僕らの上の方はやっぱり僕の先輩が杉良太郎さんだったりとかねしたんで、斉藤さんの杉さんの受けを取るとタイトルバックって言って結構長く取るシーンの場合はやられる役でちょんまげして今ちょんまげのちょんまげをもうしてますけどね今はありますだけどね。だから本当にやっぱりみんながそうやって場をわきまえながらね、やっていかなきゃいけない雰囲気の中で、武蔵小金井っていうのは最後の逆に静かな、聞いたことあると思いますよね。武蔵小金井の時間で、特別な時間であって、すごい修行だけしてるみたいな、ありました。っていうかもう本当厳しい時代ですね、牛弟子の中でも。それってその今からの時代って結構フィットしなさそうじゃないですか。その内弟子のその電話がチリンって鳴る前に取るとか、そのいろんなそのお世話をする中でいろんなことを学んでいくっていうのをめちゃくちゃ大事そうなと思ったんですけど、今からの時代ってなんかどうしたらいいんですかって思うんですけど。どう思いますか？ちょっと僕今分かりました。これね多分カットになっちゃいますけども、例えばそういう時代そういうことをこうやって、次なんだ、僕だって靴べらとかいろいろ用意しましたよ。もう帰る頃だ、ドア開けてとかやりましたけども、それ結局ね身についてる人いないんですよ。だから思う前にそれだって意識してやってるじゃないですか、意識でしてやってるうちは未熟なんですよ。だからさっき陽明学の無心無意っていう言葉を出したけども、意識と同時にもうやってなきゃいけないんですよ。意識する前にもやってなきゃいけない。それを体が動いているみたいな。そうです。で、塩田剛三とか上柴森平の言葉って結構陽明学に基づいてるんですよ。例えば最善の道場とかいろんな言葉って名言とかして言われてるけども、元をたどればね、鬼一法眼、木一法眼っていう陰陽師になったっていう人の、僕最近すごい勉強してて、だからそこを求めてたんだと思うんですよ。だから思ってこうやってるうちは間に合わなかったりとか、でもそういう訓練をさせてたっていう思うんですよね。いかがでしょうか？思うね。だからすごいけどね、うまい下手なんてとりあえずいいんですよ。続けていくといろんなものが出てくるわけ。それでさっき言ったように気づきがいろんなところで修行があってると、それが実践の時に使えてくるんですよ。またそこまで来ると逆にそれを掴んだものを人に伝えるのはまた難しいんだけど、で意外にもね今の時代と違うっていうけどね、俺は同じだと思うよ。例えばね、学校ではきれい事だけ言ってね、あんまり教えないけど、結局アニメの世界ってあるじゃない。アニメ、正義とか何かで男の道とかなんかやってるのは学校でやらない。昔は国定教科書に出てたかもしれないけど、そういうのはもうアニメで学んでるわけで、人間の本能的なものの凝縮の中に武道っていうのがあるから、私たちの時はちょうどね、フランス人とか外人が多かったんですよ、弟子の中にね、内弟子の中に。それ誰が来たかというとね、ブルース・リーを見て、アトローの世界から来たりとかね、ブルース・リーが来たりとかいろいろとしたんだけど、だけどもちろんフランス人ですから正座できなかったりとかあるけども、やっぱりできるんだよね。日本的なものを好きで来る今の外人って日本のものを本当に愛するじゃないですか。だから好きならできるんでね、ただし気をつけないと、日本酒を今作ってるのはすごくアメリカ人が多いし、それから日本刀もドイツ人がたくさん作ってるし、それこそ京都行けば合気道なんていうのはフランス人の方が習ってるぐらい多いです。フランスの先生も多いし、で人口そのものはフランスの方が合気道習ってると思う。だからいろんなとても本当に流暢な立派な日本語も使うしね、海外の人の方が。だから日本的なものをね、日本人が見失ってるうちにどんどん外国の人が掴んでいくっていうことがあると思います。ちょっともったいないですね。だからそういう昔の話みたいなね、内弟子話しましたけど、
これ現代につながってないわけじゃないし、若い人たちが学ぶとですね、また新たに大きく前進していくと思うんで、ぜひまたそうですね。じゃあそのつないでいっていただいて、その察知する能力であったりとか、まあその星座の部分で体育座りのところであったりとか、そういうところってやっぱ今失いかけてるので、そういうところを、しっかりこうまた現代でもやっていく。ぜひぜひ、さっき一番最初に言ったように明治維新ね、それから戦争、先の戦争、大戦が終わった後にもう一度日本の動揺があった、その時に極真空手があったり、あるいは総理日憲法があったり、あるいは余震間合気道があったりしました。今3回目の時が今、3.11 と東日本が終わって、いろんな疫病問題があった、みんながだって3万人以上、それ3万人も遺書を書いてる人だけが不審者は10万人以上いる、こんなに死んでるのは某ウクライナね、の戦死より多い人間が自分の手で死んでる時代にね、やっぱりこの武道の果たせる役割ってすごくあるから、ぜひとも若い人たちがまたその掘り下げて提案していってほしいと思います。はい、今日また素晴らしい武道家を後で紹介してくれるっていうので、また皆さんとそういう話したいと思います。いや、素晴らしいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。